皆さんこんばんは、ななです。今日はちょっと途中で編み上げの作り方を今回はご紹介していこうかなと思うんですけど、今日もちょっと作品作りをしながらで、簡易ケースをちょっと作っていこうかなと思います。作っている工程の中で土台作りとこのマグネットホックの付け方、あと編み上げと目白押しで、入ってくるので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは作っていこうと思うんですけど、いつも通りに厚紙と画用紙で、内側に貼るデザインのものと外側用のデザインのデザペを準備します。で今回は簡易ケースでなんて言ったらいいかな、メモとかただ入れる用の箱にしようと思って、8×12 のメモが入るようにしていこうかなと思っております。で8×12 なので、横にこう並べれるように8と8で16なんで 16.5 ぐらいあればいいかなと思うので、横幅は 16.5 でいきます。で縦を片方は 11.5 にしようかな。 11.5 の 12.5。こんな感じのケースにしようかなと思ってます。でまちは4センチぐらい取るので、まずサイドのちょうど切れ端があったんで14センチ、4センチで 11.5 の方に合わせようかなと思います。これが入ってくるので 4.3、 上の方のマッチは 4.3 あった方がいいかなと。人によっては全く同じにされる方もいますし、どちらでも閉まれば大丈夫なので、あと蓋ですね。でこういった感じで手前底マッチでサイド、そして上のマッチ、これ裏側になるんですけど、分かりづらいかな。これだけパーツが必要になってきます。これ5センチだったっけ。こういった感じですね。でどの順番からやろうかなと思ったんですけど、サイドを最後にしようかなと思います。全部を貼ると多分中を貼る時が皆さん大変になるのじゃないかなと思って、
今回は違うやり方で先に画用紙を大きくしておこうと思います。こういった順番で貼っていきます。で、上待ちで、背面で、底待ちで、手前ですね。で、4辺全部両面テープを貼っていきます。イメージ的にはこういったケースになります。今ちょっとサイドは後付けにしようと思ってるんですけど、この方が多分なんかデザベとかも貼りやすいのかなと思ってで、中にしたいデザインのデザベを貼っていきます。この部分がよく見えるので、ここから基準にやっていった方がいいかなと。で、先にどうかな、これをつけないといけないので、これはこっちはいいんです。こっちはこっちから刺すので先にデザペを貼るんですけど、こっち側の方はこっちに刺すので、後でデザペを貼っていきます。まずはもうこのまんまいいかなと。16.5 の横幅なので、それよりもちょっと小さめにで、曲げながら空気を抜きながらにしないと、ここが
腫れてなかったりとか膨らんだりとかするので、曲げながらで後で空気をこう抜いていくっていう感じでしていったら綺麗に貼れる。ここは結構慎重にされた方が、なんかこの辺りに空気が入ったりとかよくあるので、しっかりと密着させるように貼っていきます。でこのくらいにしておいて、次表面の方をやってからボタンをつけたいと思います。で先にここを貼ります。この上から2センチにしようかな。 1.5 でもいいけど、まず真ん中を8、この2センチ、合わせるときにこっちを覚えておいて、蓋側の方も、同じ位置でないといけないので、ど真ん中って決めたらど真ん中で跡をつけます。印を。私はいつもこの真ん中は気にせず大きめに開けてます。それで押さえて、間違えた。8.5 の左側に落ちた。5ミリずれてます。ちょっともう一度。もしこういった失敗をした時に、ちょっときれいめ系で、ちょっとここにラインを入れようと思います。
こんな感じであえてのデザインっていう風にしてあげればいいので、こういった方法もあります。で、仕切り直し。でこんな感じでできました。で、こちら側もサイズを測ってやってもいいし、こうやってギューって押さえていい位置の時に押さえてギューッと後をつけてやる方法とあります。で、私はだいたい同じようにこっちからこの蓋の長さが5センチなんですけど、計算方式でやってます。どちらでも大丈夫です。で、ちょっと今やりながら気づいたんですけど、私あることに間違えてること、今日ダメですね。気づいちゃって、どうしようかな。サイドがあることをすっかり忘れていて、ここでパーツ付けするので後付けするって言ってて、ここ先貼っちゃったんで、とんでもないことに気づいたんですが、あれどうしたかな。これをつけるのにね、こう皆さんはこのボタンを止めるときに先にここ貼ると思うんですけど、貼るときにこのサイドは2センチぐらい貼らないでいてほしいんです。蛇腹にする。で、ここに網上げしよう、ご説明しようか。分かりづらくなっちゃいましたよね。これはもう後日またサイドのボックスの時にはやって、こういうのもあります。先に説明したこととは違う風になっちゃったんですけど、でちょっといろいろ考えたんですけど、このタイプの横ケース状にするのに後付けするタイプはまた次回にさせていただいて、次回かもしかしたら編集のとか
順番の関係でそっちを先にするかもしれないんですけど、今回は、もう一緒にここまで作ってくださってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、後ろに編み上げを持ってきて、ここはアコーディオンみたいな感じでちょっと作っていこうかなと。で、今全体的に中も貼ったんですけどここまでしていただいたら、どっちからいこうかな。サイドの部分ですね。まあ蛇腹がいい方は蛇腹でもいいかなと思うんですけど、まずこの縦の高さで画用紙をカットしたいと思います。11.5 だったか。で 1.5 の幅で折れ線を順につけていきます。9個ぐらいあればいいかな。9個線を引いたらカットしてまた 1.5 足してカットしますでこれを山折りと谷折りで9個ぐらいでいいかなと思うので、ちょっとはみ出そうなので、ちょっと若干切ります。でもしこの横サイドから見ても何かデザインがあった方がいい場合は画用紙にデザペを貼ってください。まあもちろん中からもなんですけど、そこは好きな感じで最初と最後だけ両面テープを貼っていただいて土台につける形です。で手前からつけてあげた方がサイズこちらに合わせてるので手前からつけます。
感じでパカッと見やすい感じになりました。あんまりこれひだが多いと外にこうビヨーンと出てきちゃうので、そうですね、マチが4センチであればひだが、3つ1個少なくなるぐらいが、間がこうちょうど4つになるので、そんな感じの感覚で本数決めていただいたらいいかなと。こんな感じで。ではこの後ろですね、後ろの編み上げの部分なんですけど、横幅今 16.5 で、そこから1センチ1センチ足して 17.5、18.5 足して、5引く感じです。1.5 足す感じの、18、横幅18の縦は同じで画用紙を準備します。でこれを9センチ、半分ですね、半分でカットします。で端っこ1センチ折れ線をつけます。伸ばした時にちょっと隙間ができると思うんですよね。こんな感じで。で、合わせたいデザインのペーパーをそれぞれに貼ります。でこうやって2枚準備したらこういったレースパンチなくてもいいんですけど、レースがあった方が可愛いかなと思うので、持ってらっしゃる場合は使った方がいいと思います。この波から1.5 くらいにしようかな。1.5 入ったところで、スタートも、ここにしようかな。1.5 にしよう。で 1.5 間隔でいこうかなと思います、今回は。2でも良さげですね。この網の幅がもう好みの問題にはなるんですが、でこれに穴を開
けていきます。で、反対にして合わせて印をつけます。ない方はもうこのまんまでもいいんですけど、やっぱつけた方が高級感が出るので、こういった感じでこういった感じで、あとはリボンをつけていくですけど、先にここに貼ります。で、リボンを準備して、私はいつもこの長さ、編み上げしたい長さを6本分、1、2、3、4、5、6ってやったら、リボンのくくるぐらいのでカットします。それでもちょっと余ったりとかが多いかな。で、最後が下から出るように、私は結構上下上下ってやるんですけど、同じ方向の人もいます。で、上から差し込んで、
こんな感じで出来上がりです。心配な方は先ほどの長さよりちょっと長めに取っておくといいかなって。でこういった感じでするとこういう感じで簡易ケースで、ここも何かあった方がいいと思うんですけど、出来上がり。でこんな感じで作っていただけたら、でこのひだがこの中に入ったり外に入ったりが気になられる場合は、間で一回台紙をつけていただくと仕切りしっかりするので、この幅で、若干短めで仕切り入れるとこういう感じがなくなります。今日は、どちらかというと編み上げの方法っていう感じで、ぜひ皆さんもこんな感じで作られてみてください。それでは。